カエルをこう空気でこう飛ばすおもちゃのこの持ち手のわかるかな、わかんないか。なんかそういうあるんですよ。シュッシュってやるやつ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然カフカシノピーです。今回は、何か洗車用品を紹介するのではなく、そのパーツにフォーカスを当てて、綺麗にしていけたらいいなと思っております。何すんじゃいっていうところなんですが、この間ね、広島のイベント行った時に、ここの、汚れっていうか、傷どうにかなりませんかっていうご相談を受けたんですよ。それが、スピードメーターのところの、透明の樹脂。あそこがどうしても綺麗になりませんと。ならないんですよね、あそこ。拭いても傷がつくだけ。しかも拭きづらいしっていうのがちょっとあるんですが、実際ねあれね外していかないと面倒くさいかなとも思ってるんですよ。実際ねどういった状況のものなのかどういったものなのかっていうのをね今からお見せしようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。少しお時間をください。イベントのお知らせです。まずは2023年7月7日から7月30日までジェームスと車の大自然カカカのコラボキャンペーンが実施されます。こちらは全国のジェームスが対象となっており、期間中洗車用品を含む2000円以上お買い上げの方、アプリクーポン提示でシノピーオリジナルステッカー祭りバージョンが1枚プレゼントされます。それとダブルチャンスといってツイッターで特定のハッシュタグをつけて投稿すると抽選でオリジナル商品が当たるキャンペーンも行っております。それと2023年7月15日16日2日間イエローハット新山下店、こちら神奈川県ですね、こちらで行われるシュアラスターカーウォッシュマイスター with シノピー、はい、こちらにも参加します。まだあるんですよ。2023年7月30日ジェームス月島ジェームス熊谷月見店、こちら埼玉県ですね、個別相談会などのイベントを行います。それと最後2023年8月6日日曜日ジェームス安城店、こちら愛知県ですね、こちらでも同様個別相談会やじゃんけん大会などのイベントが実施されます。詳しいことは YouTube のコミュニティだったり、あとは Twitter などでも告知していますのでぜひチェックしてみてください。そしたら動画の続きをどうぞ。はい、そしたら車にやってきました。で場所で言うとここですね、メーターパネル、このアクリル板みたいなのがあるんです。ここがちょっと傷ついて汚れが目立ってるっていうか、傷が目立ってるっていう状況なんだろうね。これはね結構あるあるです。実際どれだけ傷が目立っているか見てみますか。見えるのかな、ライト当ててみます。全く分かりませんね。ここの掃除の仕方といったらこう手を突っ込んで拭くぐらいしかできないんですが、おそらくね拭くことによってできた傷ではないのかなとは思っているんですよ。だからそこら辺もなんで傷ができるのかも含めて知っておきたいので一旦このメーターパネルを外します。はい、そしたら取り外してきました。こちらがメーターですね。作業しやすいようにということで外したんですが、外すのもね大変だよねっていうのはあるんですが、今回はいろいろその検証とかもしてみたいので取り外しちゃいました。パッと見綺麗に見えますよね。けど実はこのようにかなり傷が入っています。でこれはおそらくね、何かで拭いたりハケとかで掃除したからこうなったんじゃないのかなとは思ってるんですよ。なので実際にハケとかでちょっと入ってみたり、あとタオルで拭いてみたらどうなるのかとかもやってみたいなと思います。で基本的にこのメーターパネルこういう風に傷がつくのと、あとは汚れっつったらホコリとかかな。これが樹脂なので静電気でホコリを呼び寄せやすいんですよ。だからホコリが結構ついてる、うわーと思ってタオルとかで拭いて傷がついたり、ハケとかで掃除して傷がついたり、あとはくしゃみですかね、くしゃみってやった時になんかついてうわ汚れてるってなって拭くとか、そういった感じになるのかな。基本的には汚れは拭けばある程度取れるような汚れだと思います。あとはやっぱホコリなのかな、気にして吐いてなのかわかんないんですが、とりあえずこの傷、これがどこまで綺麗になるのかやってみようかなと思います。で傷の場合は基本的に磨くのが一番です。削れてるのでそれを平坦にして傷をなくすのか、もしくは何かで埋めるのか、基本的にはこの2択、汚れを落とすようなねクリーナーで傷がきれいになることはほとんどないので、基本的には磨くっていう感じなので、ちょっと実際ね磨いてきれいにしてみようかな。やっていきましょい。
ということでマスキングテープ貼ります。で半分だけ一旦磨いてみますかね。はい、こんな感じでいきますか。で基本的にはハケで軽く履いただけで傷ついちゃうと思うんですよ。だからこの樹脂自体ね相当柔らかい、傷つきやすいものだと思うので、超微粒子コンパウンドとかがおすすめかな、使うものとしては。で今回は一旦これでいこうかな。ブードゥーライドのヘックス、これを使ってみようと思います。でこれはスクラッチ系ですね。どんどんコンパウンドの粒子が磨いていくうちに超微粒子コンパウンドにどんどん砕けていくというものなので、比較的安心して使えるものかな。でコンパウンドだったら基本的にね超微粒子系だったら問題ないかなとは思っております。そしたら実際にやっていきましょう。タオルですね。ここでも出しすぎです。もっと少量でいいと思います。これを、右側いきますね。軽く撫でていく。でどんどん細かくなっていくので、すぐ磨いておしまいではなく、ある程度しっかり磨いてあげた方がコンパウンドとしてはね効果があると思います。どんどん磨いていくとね透明になっていくんです。こういった感じ、どんどん細かくなっていきます。でタオル自体は汚れておりません。である程度コンパウンドも切れてきたら面を変えて優しく拭いてあげます。あ、綺麗になってるっぽいね。傷が薄くなってますね。これでもまだ傷があるのでもうちょっとやってみます。でどんどん細かくなっていくので、最初の方粗めで考えると、深い傷っていうのは最初の方にどれだけ整えられるかなので、ずっと磨き続けていても細かいコンパウンドで磨き続けるので、深い傷とかはもう落としにくくなっている状態なので、傷が深いなっていう場合は何回も繰り返しやってあげるか、コンパウンドの種類を変えるか。だいぶ薄くなった。手磨きでここまで来まして、一回マスキングテープ剥がします。全然違う。まだ傷あるけどこれぐらい違います。でマスキングテープまた貼ってもう少し追い込んでみようと思います。はい、結構頑張って磨きました。どうでしょう。全然違うね。こんな感じで磨けば綺麗になります。で僕が気になってるのは、なんで傷がついたかっていうところですね。おそらくそのハケとか、あとはタオルで拭いたとか、そういうのが原因じゃないのかなと思うので、実際に空拭きとか固めのね雑巾、みたいので拭いてみたりして、どういう変化があるのかちょっと見てみようと思います。原因を知るっていうのはね結構重要だから、こんな感じでマスキングテープ貼って、ちょっと雑に綿タオルとかで拭いちゃうかと嫌だけど、ボロ雑巾みたいなの用意します。持ってきました。でこれでちょっと下側拭いてみようと思います。綺麗になれみたいな感じで、手突っ込みにくい場所なんですよ、このメーター部分だから。ちょっと拭き方的には指に、巻くではないですけど、指を使ってこうやって拭いたりするのかな。まず一つこれね拭きました。あとは宴のハケで細かいところ、こういう風にホコリがつくんですよ。ホコリ取りたいなと思って履きます。そしたらどうなってるか見てみます。もうほんと軽くやっただけです、両方とも。やっぱ傷入ってるね。そんな深い傷ではないんですが、やっぱこうハケでこう履いただけで、ハケだと傷つかないと思ってる方いると思いますが、傷つくんですよ。でタオルもホコリが噛むのか何なのか僕には分かんないんですが、この拭くという行為を繰り返していくと傷が入っていくといった感じですね。コーティングとかでどうにかなんないのかなとも思ってるので、左側コーティング剤塗布してみようかな。ちょっと何がいいかわからないんだけど、ワックスとかね逆にどうなんだろう。これスリックタッチ使ってみようか。4つに分けたので、この左上部分使ってみようと思います。傷埋め効果がありそうだから使うっていう感じなんです。どうだろう。そんな変わんないか。だけど若干透明度出たな。線あるもんね。正面から見た時のクリアさが結構軽減されてますね。傷埋め効果のあるコーティング剤とかでも若干は効果あるかもしれないです。けど満足いくものかって言われると、コンパウンドに比べたら満足いくものではないんだけど、コーティング剤の方がいいかな。ワックスとかだと拭き取りがめんどくさそうだよね。メーター自体がもうついてた時にめんどくさそうだなっていう感じするから、DC ウォーターゴールドプレミア、これでいってみようと思います。どうなるかわかんない。このねトリップメーター周り拭きづらいっすね。これも外してあっても拭きづらいな。これが取り付けされてたらもっと拭きづらいです。
いい感じかも。あ、いい感じかも。あ、だけどスリックタッチとそんな変わんないか。ちょっと濃さはね出てるけど、まあ、根本的に磨くしかないのかなといった感じです。これぐらい傷入っちゃうとね。あとベースとかシルクとかでもいいと思う。ベース使ってみる。これをタオルに塗布でコーティングとしての効果もあるから、ワンチャンこっちの方が綺麗になるかも。傷も埋められて。こっち側いきますか。右側磨いていきます。まあ、この洗車用品がねどんな効果があるのかっていうのを知りながら使えば、あ、これはこれに使えそうだなっていうのがね、引き出しがかなり増えるので知ることが大事です。うん、やっぱ綺麗になってる。ざっくりめですがやりました。かなり傷減ったと思います。でもコンパウンドとかで磨いてあげるとかなり綺麗になるのかなといった感じです。もう一回磨いて他の実験もしよっか。で1個試したいのがあって、こちらスピリットクリーナー、これもねちょっとやってみようかなと思います。理由としては、研磨剤とシリコンオイルが入っているので、綺麗になりそうな気がするなっていう。削りながら埋めてくれるシステムで、ライトじゃなくてダークの方がいいか。中に入ってるもの変わらないんですが、ダークの方がより細かいんじゃないか的な感じでダークでやってみようと思います。1回目やったけどベースの方が良さそうですね。ベースのとこも一緒に磨いちゃってるけど、シリコンオイル効果綺麗になってるけどね、ベースの境目がまだ若干あります。ベースの方が傷を落とす効果が結構ありそう。ちょっと白スピリットいこう。あ、白スピリットの方がやっぱ研磨力あるんだな。全体的にやりすぎた感ある。力入れて吸いすぎたかな。こう薄い傷みたいなのあるよね、ここで。これ力の入れ具合でも結構変わってきます。思いっきり力入れると傷つきやすいけど、優しめに回数を重ねれば綺麗になるっていうケースもあるので、優しめにいきます。さっきはね結構ねゴリゴリいきました。あとタオルの折る量とかも変えるとねだいぶ変わってきますね。こう折らないで広げてやると指圧がかなり入るので、またね傷つきやすかったり、傷つきやすいイコール深い傷も取りやすいっていうのもあるんだけどね、難しいところです。けどやっぱ若干傷みたいに見えるね。一番良かったのはヘックスかな。ベースも良かったけど最後ちょっとヘックスで終えようかな。もうちょいかな。ちょっとこれ使ってみよう。最後ずっと最後言ってるけど、ナノテクノロジーシーラントフードライドの、あくまでもまだ検証段階なので、左側はほぼ磨いてないで、左上スイックタッチ使ってあるで、左下が CC ウォーターゴールドプレミア使ってあるところですね。で真ん中は何も施工してないのでまだ傷目立ってます。ナノテクノロジーシーラントを使っていきます。どうでしょう。わかりました。真ん中のね境目ないねけど、傷はまだ見えております。深い傷にはちょっと対応できないけど、ナノテクノロジーシーラントもスイックタッチとかと同じぐらい傷を隠蔽してくれそう。真ん中の線がなくなったからね。けどある程度深さまでしか埋めてくれないのかなっていう感じはしますね。どれも変わんないので限界値はありそうな感じします。ちょっと境目があるので全部きれいに磨いて終わりにしようかな。はい、そしたら一応磨き終わりました。結局ちょっとヘックスでやっちゃったんですが、こんな感じです。どうしてもね傷が入りやすいのである程度仕方ないんですが、あとまたこう拭くとねホコリがついちゃったりするんですよ。これがまた面倒な部分なんですが、それとうまく付き合うしかないっていう感じですかね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、メーターパネルですね。こちらが、傷だらけになっていたので、磨いてみたり、コーティング剤塗ったり、ワックス塗ったり、いろいろしてみました。で、この部分はね、どうしても、そのホコリを寄せ付けやすいので、ちょっと掃除したいなって思うんですよ。その時に、ハケとか、固めのやつを使っちゃうと、
と傷ついちゃったり、拭く時も何でもいいやと思って雑巾で指先だけでこう無理やり拭いたりすると、このパネルですね、樹脂の部分が傷ついちゃうので注意してくださいといった感じです。で、対処法としては、今回いろいろねコーティング剤も塗ってみたんです。っていうのも、磨くってなるともうほぼほぼ取り外さないと磨けないじゃないですか。だから実用的じゃないなと思っていて、何かシュッて塗っただけで軽減されるならいいなと思ってコーティング剤塗ったんですが、ある程度ですね軽減されるのは。なので完璧を求めるんだったらもう取り外して磨いちゃった方が手っ取り早い。あとはハケとかを使わずに、なんだろうな、ハケもね豚毛とかじゃなくてめちゃめちゃ柔らかいやつを使ったり、あとはカメラのレンズを掃除するような空気をプシュってこう出すやつ、それでちょっとホコリはどうにかするとかっていう感じかな。なので傷はねつきやすい部分だっていうのはね、皆さんこの動画を見て分かったと思います。なんか無理にやるのはちょっと余計傷つけちゃうリスクがあるので注意してもらいたいなと思います。このね傷がちょっと気になってる方はぜひトライしてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。